はい、どうもこんにちは。金子でございます。ということで、今日なんですけども、一つ前の動画で人気の企画、市場で輝いていたお魚買おうというのをやらせていただいたんですけども、ピカピカの池のマダラがありましたので、買ってきました。で、それをお刺身にしてすごく美味しかったです。まだ見てない方は、一つ前の動画見てください。で、そちらの動画で、結構正直いい魚いっぱいあったんですよね。マダラと同じだけ、これ買いたいなって思う魚がいまして。それがこちらです。これ注文入ってないですか？これ売ってるって。ヒラスズキすげえ。これいくらですか？いくらぐらいですか？3キロぐらいなんで、でも1万円ぐらいか。安いな。いいと感じてしまうぐらいのではこれください。マダラの動画でもちらっと出ましたけど、やっぱりこれは買いたい。こちらヒラスズキ、こちらも買っちゃいました。今度からいい魚迷ったらもう2つとも買うっていうことを決めました。この太鼓がすごいじゃない。これ見てください。なんていい魚で、ヒラスズキがですね 3.74 キロで単価がキロ3500円なんで13,090円となっております。安いと思ってしまいました。これキロ5000円してもおかしくないようなクオリティですね。死後硬直は始まってるんですけど、でも鮮度めっちゃいい。お刺身でもいけるぐらいの鮮度ですね。スズキってざっくり分けると2種類で、こちらのヒラスズキとこちらもね、比較対象で買ってきました。じゃん。こちらが普通のスズキ、丸スズキとも言いますね。シーバスって言われるやつですよ。どうですか？同じ大きさ。なんなら丸スズキの方が長さは1センチぐらい大きいぐらいのサイズ感。スズキはこの2種類が市場に出回ることが多いです。丸スズキとヒラスズキで、一般的に旬は丸スズキは夏にものすごく高くなるお魚です。それこそ本当に高い時だと生け物で1尾1万円1万5000円そのぐらいするようなお魚です。それと反対にこのヒラスズキは冬が旬と言われております。これはあくまでもね、夏場のスズキは美味しいのが多いよ、冬場のヒラスズキは美味しいのが多いよっていうだけでありまして、この冬場にものすごく太ってる丸スズキもいれば、夏場にコロンコロンに太ってるヒラスズキももちろんいます。これね、旬の難しいところで、魚っていうのは取れる場所とか海域、食べてる餌でもうその旬とか関係なしに脂乗ったりしますから、一概には言えないんですけど、一般的にはそう言われております。冬のスズキは枯れススキっていう言葉聞いたことあります。千葉のおっさんかなんかが言っとったな。あるんですか、そういう言葉。というぐらい冬のスズキは痩せてる個体が多いってことですね。で、こちら今日買った丸スズキがですね、1尾4000円にしました。倍以上値段が違いますけど、こっちの方がもうなんとなく見た感じ美味しそうですよね。ちなみにこの丸スズキの方は比較的穏やかな場所に生息することが多い魚で、その反対でこのヒラスズキは外洋の荒波がバンバンしてるところとか、あと磯場、そういうところに生息します。磯場のこの岩の波しぶきが立ってるところをシュッとルアー通したりすると釣れるみたいですね。釣ったことないですけど、ヒラスズキは読んで字のごとく断面が丸みを帯びてますね。鱗がね、一枚一枚すごく綺麗な印象。丸スズキはなんか結構ね、ここまで綺麗じゃない。ヒラスズキは綺麗にビシッと揃ってる感じですね。顔つきもこのヒラスズキはね、口先がやや丸みを帯びてて、この背びれのトゲが丸スズキに比べて短いのが特徴みたいですね。ほら、長いですよね。こっちとこっち違い分かりますかね。若干ね、丸スズキの方が長いです。で、ヒラスズキも丸スズキもとっても成長が早くて、生まれてから1年で20センチから30センチの大きさで、3年から5年ぐらいで50センチ以上になるんですって。なので3年生ぐらいですか、この子たちはお互いに。で、ヒラスズキより丸スズキの方が大きくなる個体が多いみたい。この丸スズキは磯場でのトッププレデター、頂点に君臨する地球上でいう人間のような立ち位置で、向かうところ敵なしのお魚みたいですね。はい、というわけでですね、こちらのお魚、今日は2つともさばいてみて、どれだけ違うのかと見ていきましょう。見た目からも分かりますけど、おろしたらまたさらに違いが分かると思います。そして今日のメインはですね、あくまでもこちらのヒラスズキの方がメインです。こちらの丸スズキは比較対象で皆さんにお見せしたいので買ってきました。こちらはさばいて晩酌にしたいと思います。まだこっちはね、プリプリの生け物、地のものですね。じゃあまず鱗を取ってドレスにしていきます。ではまず鱗を取っていきますね。鱗を取るときは僕は気にせずこういきますけど、家で鱗飛ぶの嫌じゃないですか。そういうときは上下に動かすと鱗が飛び散りにくいですね。絶対飛び散りたくない場合は袋にかぶして袋の中でやるのがいいと思います。にしても痩せてますね、この個体。
これは生け物だから、4000円っていう値段がついてますけど、これはの字だったら本当に1本1000円とかそのぐらいでしょうね。やっぱりね、この生け締めしてあるってだけでかなり魚は付加価値つくんですよね。特にしけの日なんかはね、どこのお魚屋さんもやっぱりこういう生け物は使いたいですから。そしてですね、このスズキっていうお魚は、のじめだと安いものでこのぐらいの大きいサイズでも1000円とかで売ってることがあると思うんですけど、さばき初心者の方には向いてないです。安いんですけどね、安いから練習台でいいやって思われるかもしれないんですけど、あまり向いてないですね。その理由が2つあって、まずこうトゲが鋭い。もうあちらこちらにトゲがあります。この背びれも超鋭いし、もう刺さったらこれ貫通するぐらいの、そのぐらい背びれが鋭いんですよ。で、この後エラですね。ここカミソリみたいになってて、素手でシュッてやるとスパッと手が切れてしまいます。釣りの用語でシーバスのエラ洗いっていう言葉があって、それ何かというと、針がかかったら頭がいいか分かんないんですけど、糸をここのエラで切ろうとするんですよ。で、実際ラインがここに当たると切れてしまうんですよね。それをスズキのエラ洗いって言うんですよ。ラインがスパッと切れてしまうぐらい鋭い。なので怪我しやすいっていうのがありますので、あんまり初心者の方には向いてない魚ですね。もう一つが3枚におろすときに分かりますけど、腹骨の入り方が少し特殊で、普通の3枚おろしではおろしにくいっていうのがありますね。ビリビリ戦法だと簡単にさばけるんですけど、特殊な骨の入り方には間違いないので、スズキはね、割と初心者泣かせの魚です。次はヒラスズキ。ヒラスズキは丸スズキと比べて鱗が取りにくいです。びっちりついてます。なんならすき引きしてもいいぐらい、そのぐらい鱗がびっちりついてます。構造がまるで違います。生態系も味も違えば、体の構造までまるで違う魚で、こうやって分かれる必要があったのでしょうかね。まだまだ海洋生物は解明されてないことだらけですのでね、ポンポコのお腹の中には一体何が入ってるのか。半分ぐらいはエアーだと思うんですけど、触った感じ内臓脂肪も入ってるとは思いますよ。で、鱗取ってる時にあんまり鱗かきの根元持つと、こうこすってる時に背びれがブスッとこう刺さる時ありますんで、気をつけてくださいね。これはスズキだけじゃなくてどんな魚にも言えます。魚っていうのはヒレにトゲという武器を隠し持っている魚がすごく多いです。持ってない魚もいるんですけど、魚のヒレは危ないです。魚のヒレにはトゲがあるものとぐらいまで思っといていいと思います。で、トゲだけじゃなくて、そのトゲ自体に毒を持つ魚もいるんですよ。アイゴとかゴンズイとかアカエイとかね、刺されると痛いと聞きます。毒持ってなくても痛いんでね、毒があったらまたなお痛いでしょうね。最初怖い場合はハサミでチョキチョキチョキって切るのもありですね。武器を取ってしまう。それからさばくのが一番安全かもしれませんね。はい、そんなこんなで鱗が取れました。そしたら鱗を洗い流していきます。この量の鱗ですよ、これ。ではまずこちらの丸スズキからおろしていきます。まずは頭を落としていきます。これ締め跡がっつりやってくれてあると背骨を落とす必要がないのでさばきやすいですね。痩せてますね。でも痩せてるけど腹はある程度分厚いですね。わー臭い。なんだろうな、このガスっぽい匂い。そしたらこの背骨のところに浮き袋ついてますので、浮き袋は取ってしまいます。これも食べたら美味しいみたいですけどね、もちもちしてていて、はい、頭落ちました。次こちら本命のヒラスズキですね。こんなん釣りてえよ、本当に。アドレナリンやべえだろうな、こんなん釣り上げたら。世の中にはこういうの釣ったことある人いるんだもんな。尊敬します。お上手なんですね。釣り教えてください。うわ、すげえわ。うわ、何これ、卵か。ってことはちょっと栄養が持ってかれとるかなと思うんですが、ほい。おお、でっか。卵でした。大卵でした。内臓脂肪入ってなかったのあんた。マジか。見立てが外れましたね。あの値段だったらこうですわね。これなら適正ですね。少しでも破れちゃうとドロドロっと垂れてきちゃうんですよ。こういう風にビロビロビロって。で、料理しにくいんですよね。食べられるんですけどね、煮付けとかにするとかなりうまいです。ただもうちょっと未熟卵だと料理しやすい。それこそカラスミとかも未熟卵なので作れますよ。一回作ってみたいですけどね。
もうちょっとしたら天然ぶりに卵とか入ってきますんで、そしたらカラスミ企画やりたいなと思っております。魚の目利きって難しいですね。外見だけじゃ分かんないですよ。でもこれが面白いんですよ。市場行っていいなと思った魚買ってね、外れても気持ちいい。次に生きるじゃないですか。こういう経験があったから、いやちょっと待てよって次止まれるんで、すごく今日1個学びがあって嬉しかった。なのでやっぱりお腹は少しポンポンって触った方がいいかもしれませんね。コロンコロンに太っててお腹がプニプニのやつは卵の場合が多いかもしれませんね。でも一概に言えないですけどね、本当に難しい。目利きはマジで難しいんですよ。お腹触って硬いと内臓脂肪のことが多いですけどね。でも池の状態だと内臓脂肪もプリプリなのでプニョプニョしてますしね。大物。はい、じゃあおろしていきます。気まぐれブラックです。とちょっとこれ今日片身抜きしていいですか？いやー、やっぱ一匹殺します。すいません、いらんこと言いました。ちょっと寝かしたらどうなるかなと思ったんですけど、今日はやっぱやめました。さばきます。で、これはここまでいきます。タラと一緒ですね。ここまで包丁入れたら尻尾渡して、で入れれるところまで包丁で入れて、であとここでつながってます。ここ包丁でカチカチカチって切ってもいいんですけど、スズキは引っ張っちゃった方が早い。なんか綺麗に剥がれるんですよ、スズキとマダラは。たまたま今回この2種類買いましたけどね、他にもそういう魚はいると思うんですけど、このさばき方が有効な魚何って聞かれた時にパッと思い浮かぶのは、スズキとタラかな。裏側も一緒ですね。ここで広げつつ入れて、で入るところまで入れたら、はい、こんな感じですね。身はいいですよ。ちゃんと脂あります。美味しそうな身してます。さすが冬のヒラスズキ。冬っていうか、なんかこれ春のヒラスズキって感じだな。春っぽい。もう春がそこまで来てますね。はい、おろし終わりました。次は丸。こちらもさばき方一緒ですね。下に入れて必ず背骨まで見えるところまで入れます。そうしないとえぐれてしまいますから。意外とここが難しいんですよ。スズキは骨硬いくせに下に行きやすいんです。で、痩せてるスズキは身が薄いのでおろしにくい。ただ池の場合はこのさばき方がしやすい。剥がれやすいというかね。ほんでこっち外したらこう骨ついたままにしちゃって、ヒレに斜めに包丁を入れてヒレを取っちゃいます。こっちもですね、背びれ危ないので、こう入れたらここからビロ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 っと、これで簡単に背びれ取れます。でこの状態になったら骨ついたままこれ切り身にしちゃう。関節めがけてこうですね、関節の間に入れれば簡単に硬い骨も断ち切れます。はい、こんな感じ。これ骨付きの切り身ですね。2枚おろしの片身4つ切り。こういうさばき方をすれば、こっちはお刺身で、骨付きの方は煮付けで食べられます。で、なんで骨付きにするかというと、骨からも旨味がすごい出るんですよ。で、煮付けとか塩焼きとかにするときは、僕はね、骨がついてた方が美味しい気がします。なんかね、ジューシーさが違うというか、煮崩れもしにくいですし、だからスーパーとかでサバの切り身のパックがあっても、僕は必ず骨付きの方を選びます。食べやすさはね、もう骨なしの方が食べやすいですけどね。料理にした時のやっぱ美味しさ、それはやっぱ骨ついとった方が美味しい気がするな。あと仕上がりも骨がついてた方が大きく見えますんでね、僕は骨付きの方が好き。さあ、そしたら今日はヒラスズキこちら使ってですね、僕のスズキの料理で大好きな料理がありまして、それが初期から言ってますけど、天ぷらが好きなんです。もうそれこそこういうね、痩せてるスズキで天ぷら作ってもうまいんですよ。大好きです。天ぷらにしたいと思います。ちょこっと刺身も取りますね。まずはお節と目節で半分に分けます。やっぱヒラスズキは皮がしっかりしてる。で天ぷらはこのぐらいにカットします。ちょっと厚めに切る。このぐらいですね。これが好き。刺身の倍ぐらいですね。4切れぐらいいただきましょうか。でここら辺を皮引いてお刺身用でいただきます。でこうなったらこの皮を折り曲げてかぶしとく。で僕はこれでペーパーを巻いてパーシャルで保管します。でぼちぼちお刺身で食べていきますね。で毎日僕ん家のパーシャルにはお魚が入ってるっていう状況ですね。だからパーシャルにお魚が入ってないと落ち着きません。で今日はそれの他に、はい、出てきましたね。フキノトウ、いいの出てきました。大好き。そしてこちらもタラの芽ですね。これ天然物ではないんですけどね、
これも出てきました。天然物ももうすぐ出てきますね。タラの芽とか張り切りとかね、あとこし油とかね、春が楽しみですね。でこちらも買ってきました。これね、天ぷらのネタとしては今回初めて使います。浜暴風ですね。野草みたいな感じです。砂浜とか行くとこんなね長くニューってした感じじゃないんですけど、浜暴風生えてます。でも僕これ初めて市場で見かけて、いやこれなんか浜にいっぱい生えてるなって思って調べたらそれでした。また取りに行ってもいいですね。天ぷらとしても美味しいみたいなので、今日これやってみたいと思います。で僕の畑に菜の花がありますんで、菜の花を摘んでいきましょう。で畑にやってきました。畑にも天ぷらの種があるんですよ。これ見てください、菜花ですよ。これうまいんですよね。これも天ぷらにしましょう。これ脇芽からねどんどん出てくるんだ。これもう黄色くなっちゃうとダメですけどね、黄色くなる前のこのつぼみ、これがうまい。それとこれすだち、もう完熟ですけどね、これ絞りましょう。完熟したすだちは金柑みたいな匂いしますね。お、ほらこの前覚えてますか、春菊脇芽から出てくるんですよって言ったやつ、かなり脇芽からこうほら出てきてますね。伸びてる伸びてる、すげえ。でこれほうれん草、これなんで大きくなるのかというとね、多分ね石灰が足りないんじゃないかなって感じでしたね。春菊ももらいましょうか、こんだけ。よし OK。 はい、こちら菜の花ですね。で春菊も1本摘んできました。完熟のこれ柚子みたいですが、こちらすだちでございます。こんな感じのラインナップで天ぷらやっていきたいと思います。今日は天つゆじゃなくて塩とこの完熟すだちでいただきたいなと。ではサクッと揚げていきましょう。まずはふきのとう。ふきのとうはこのまま揚げてもいいんですけど、これ広げるのもおしゃれですよね。こんな感じで少し打ち粉をまぶして、これやると衣のつきが良くなります。でタラの芽ですね。タラの芽はこの茶色いこの木のところを取っちゃいます。ここはね硬いんですよ。これも打ち粉。自分家の畑で採れた菜の花、これがまたほろ苦くてねうまいんですよ。で暴風、これどうやってやらすんだろう。1本このまま揚げるか。これは打ち粉をしないとぬるっと衣が剥がれちゃいそうですね。はい、そしたら今回コツのいらない天ぷら粉。まずはタラの芽、ふきのとう、菜の花、浜暴風。菜の花いい感じですね。ちょっと揚げすぎたか。ふきのとうもいい感じ。タラの芽も OK。 気泡がね粗くなってきたら OK だと思います。天ぷらは難しいけどね。お、暴風も綺麗に揚がりましたね。上手に揚げれました。次メインディッシュひらすずき。ちょっとね衣をこうやって落としてあげると綺麗に花が咲いてお店屋さんの天ぷらっぽくなる。簡単に。はい、カラッと揚がりました。そしたらこちらを盛り付けていく。そしたらお刺身ですね。お刺身も1切れ2切れ2切れいただきましょうか。で自家製のすだち、みかんですね。すだちって木の上で完熟させるとこんななるんですよ。びっくりしません？この果汁感、うまそう。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。はい、こちらが春の香り漂うひらすずきの天ぷらでございます。美味しそうだね。お塩をパラパラーっと。天つゆもいいけど、やっぱり素材の味がわかるのはお塩ですよね。塩と柑橘すだち。ではまずは
こちらのちょっと気になる暴風からいただいてもいいですか？初めてです、暴風の天ぷら。いただきます。うわうまこれ。かなり好きです。もっと苦味が強いと思ったんですけど、そんなことないですね。甘みを感じます。これセリ科の植物なのかな？セリっぽい香りもしますね。セリ大好きなのでうまいですね。山盛り食べたいですね。次、タラの芽。これはもう王様ですから、山菜の王様。いただきます。うますぎる。タラの芽はこのうまみですよね。そしてこのほろ苦さ。天然物だともう少し香りが良くて苦みも強くてとても僕好みです。早く出てこんかな。次、フキノトウいただきます。うまっ。苦いね。お子さんは苦手な味だな。大人のお味。僕ね、フキノトウ20代後半まで嫌いでしたもん。30代入ってからもうたまらなく好きになりましたね。美味しいな。自家製菜の花いただきます。うまい。植えてよかった菜の花。三重県に菜花の里っていうとこがあるんですけど、そこでお花屋さんもあるんですけど、そこのお花屋さんでワンポット30円ぐらいでね、菜の花の苗が売ってましたんで、ポンポンポンと適当に植えたら大きく育ってくれましたね。もうこれだけで30円分元取りましたから、肥料も消毒も何もしなくてもこんだけ育つってことはいいですね。育てやすい野菜だなと思います。花綺麗だしね。では次、メインディッシュ、ヒラスズキの天ぷら。こちらいただきます。激うま。やっばこれ。ま大好き。うまこれ。塩すだちめっちゃうまい。結構かけていい。すだち感はない。みかん塩って感じ。でもたくさんかけるとちょっと黄身すだちも入ってるねってわかります。うまっ。ちょっと待って、柑橘すだちうまい。味が濃い。酸っぱい。後味最初は甘いですよ。後味すっごい酸っぱい。お次、ヒラスズキのお刺身いきましょう。お醤油でいただきます。お上品なお味でございますね。女王様って感じ。性格は結構獰猛なんだろうけど、味は気品がありますね。この後に残るこの旨味。うまいね、この魚は。いい魚だね、ヒラスズキ。そんなヒラスズキにはこちら、でん、銀のやつ。これしかないでしょう。天ぷらとスズキの刺身ときたらこちらですよ。この辛口がよく合うんだ。はい、こちら7対3いただきます。幸せだ。もう最終的にはもうこれでいいもん。この衣、わかります？この衣と塩、これでいいんですよ。これ飲める。うめえ。もっと言っちゃうと塩だけでもいいですよ。塩はでも日本酒の方が合うな。もうでも塩と日本酒でやりだしたらまあ最後ですよ。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は2種類のスズキを買ってさばいて天ぷらにして食べてみましたけども、美味しい魚でしたね、ヒラスズキ。あんだけ卵パンパンに持っててもあれだけ身に脂があって旨味がある魚、そうそういないんじゃないかな。いや、改めてこのスズキのポテンシャルの高さを感じましたね。ほんと夏場はこの丸スズキがすっげえ美味しくなるんですよ。体高はあんなヒラスズキほど出ないんですけど、横幅っすよね。なんだろう、例えて言うんだったらこうビール瓶みたいな感じになるんですよ。こう見た時にもう丸、こんなスズキになるんですよ。そんな丸スズキはうまい。また夏場そういうスズキ見つけて動画にしたいと思います。はい、というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。